光はいろいろな情報を運んできます。光が持ってくる情報は直接目に入って網膜上に再現されるだけでなく、レンズなどの光学素子を使って写真に撮られることで再現されます。この動画では光から情報を取り出すためにレンズと同じような働きをするゾーンプレートについて見ていきます。ゾーンプレートはレンズと同じように光の持つ情報を目に見えるようにしてくれます。光は被写体に関する情報をいろいろ持ってきますが、レンズやゾーンプレートなどの光学素子によってそれらの情報が全て完全に再現されるわけではありません。ゾーンプレートはレンズと同じように被写体の形や色を再現しますが、レンズとは違った雰囲気の被写体の写真を撮ることができます。いろいろな違いがありますが、多くの場合に見られるレンズによる写真との違いは、ソフトな感じで背景が黒くて花の色などに透明感が見られることです。まずはそういう写真をいくつか見てみましょう。これはシャガの花のゾーンプレート写真で、ソフトな感じで黒い背景で花びらは透明感を感じさせます。東京の地下鉄丸ノ内線の茗荷谷駅から小石川植物園に向かう途中の播磨坂にある雪丁で、同じような雰囲気の被写体が見て取れます。石の光沢や背景の木の葉の色が独特です。後で詳しく説明しますが、ゾーンプレートは振幅型と位相型という2種類に分類することができます。基本的なゾーンプレートは振幅型ですが、位相型はレンズと同じような考え方を取り入れてできたゾーンプレートで、シャープさの増した写真が撮れます。最初のシャガの写真は振幅型ゾーンプレートで撮ったものですが、前の石彫の写真及び東京駅近くの和田倉噴水公園にある球状噴水を撮ったこの写真も位相型ゾーンプレートによるものです。生き物の姿も独特です。ゾーンプレート写真はピンホール写真と同様にレンズを使ってないのですが、ピンホールよりははるかに多くの光を使って被写体像を再現するので、レンズ付きカメラと同様に短いシャッター時間で撮影可能です。そこでこのような動物の写真も比較的簡単に撮ることができます。それではゾーンプレート写真の特徴を整理してみます。最も特徴的なことは、同じレンズレス写真であるピンホール写真と比べるととてもシャープな写真であるのに、ソフトに見える写真が撮れることです。これは一つのゾーンプレートに複数個の焦点があることが大きな原因です。特に無限にあるゼロ次焦点へと向かうゼロ次解説光の影響が大切です。このことも含め、ここで整理したことについて後でもう少し詳しく説明します。ゾーンプレート写真で次によく見られるのが、黒い背景や透明感のある彩りです。これはまさにゾーンプレート写真の主要な特徴と考えられるもので、光の波の長さに関する情報によるものです。光の長さとは波長のことではありません。波連長あるいはコヒーレンス長と呼ぶのが適切で、波の一つの山の部分と一つの谷の部分を加えた長さが波長というのに対して、光の波がどれくらいの長さ、波長の何倍ぐらい続くかを表す量が波連長です。その他にゾーンプレート写真は色合いに関してもソフトな感じあるいは不思議な雰囲気をもたらしますが、これは収束する光の波長範囲がレンズではほぼ可視光全域にわたるのに対して、ゾーンプレートではごく狭い波長範囲の光しか収束しないことによるものと考えられます。
言うならば極端に大きな色収差があると言えるかもしれません。これは左の方からゾーンプレートに垂直に入ってきた平行光線が複数個ある焦点にどのように集まるかを示した図です。重要なのが一次解説光による右中央の一次焦点で、通常この焦点を使って写真を撮ります。次に重要なのが一次焦点の上に書いてある0次解説光で、これは入射した光と同じく平行なままゾーンプレートから出て無限の彼方にある0次焦点に焦点を結びます。したがって造面上では焦点を結ばないのですが、光の量としては一次解説光よりも多く、造面上では極端にボケた像を作り、これが一次解説光による像の周りのハローとなります。これについてはまた後で説明します。ハローはよくフレアと間違えられますが、フレアは被写体像とは関係のない邪魔な光の痕跡であるのに対して、ハローはこのように被写体に関する情報を含んだ邪魔な光なのです。邪魔といっても場合によってはゾーンプレート写真らしい美しさをもたらします。後で詳しく説明しますが、レンズの焦点においては完全に同じ時に被写体上の点を出発した光だけが焦点で干渉します。ゾーンプレートの焦点では位相は同じであっても、出発時刻が光の波長に対応する時間の整数倍ずれている光も干渉するようになっています。このずれの大きさが波長の何倍かということに従って1時、3時、5時の焦点ができて、さらにこれだけでなくマイナス1時、マイナス3時、マイナス5時の焦点も存在します。プラス次数の焦点が凸レンズの焦点に対応するのに対して、マイナス次数の焦点は大レンズの焦点に対応しています。マイナス次数の焦点に対応する光はゾーンプレートを出た後に発散する光です。それではゾーンプレート写真がシャープであるがソフトにも見えることについて、ピンホールとゾーンプレートを使ってコチョウランの花を撮った写真を比べて見てみましょう。左下はレンズのついたカメラで撮ったシャープな写真です。直接目で見たものとほとんど同じと言ってよいでしょう。右下の2枚はピンホールとゾーンプレートを使って撮った写真で、あまり細かいところがはっきりとは見えない小さな写真です。この小さな写真をパッと見ると、左側のピンホール写真の方が右側のゾーンプレート写真よりもはっきりとシャープに写っているように感じます。しかしこの写真に何も手を加えずに大きさだけをある程度拡大した上の写真を見ると、右側のゾーンプレート写真の方が細かいところまではっきりと写っていることがわかります。黒い背景と透明感のある被写体写真は花を撮った写真によく見られます。左の写真は茨城県常陸太田市の里見地区で毎年開催されるかかし祭りの様子を撮影したものです。右の写真は東京都新宿区の新宿御苑の温室にある大鬼バスのゾーンプレート写真です。ゾーンプレート写真は光の当たり具合にもよりますが、焦点を合わせた撮影対象と他の部分の色の表現が変わってくるので、不思議な雰囲気の写真が撮れることがしばしばあります。光はどのようにして情報を伝えてくるのでしょうか。目で物を見る、カメラで写真を撮るということはどういうことでしょう。これは被写体上にある点を目の網膜やカメラのセンサーの上の像点に対応させることですね。この時、点の位置や点の色が大切です。この関係が大切で、ピンホールゾーンプレート、
レンズの間にどうしても違いが出てきます。このことについて考えてみます。それではどうしてゾーンプレートでこのような感じの写真が撮れるのか考えてみましょう。このことを考える上で、まず光は波であるのか、それとも粒子であるのかという問題がとても大切です。光の振る舞いに関しては、光は波であると考えなければ説明できない現象を、逆に光は粒子であると考えなければ説明できない現象も両方とも存在します。光は粒子であり、波でもあるのです。しかし、ここで考えているような写真撮影に関する現象について言えば、光は粒子であると言い切って説明することは困難で、むしろ全て光は波であると言い切ってしまっても説明することが可能であると考えられます。光は波であると考えることで、光の持ついろいろな性質が説明できて、いろいろな現象がどうして現れるのかがわかります。そのような説明をする上で理解しておかなければならないことが3つあります。それは位相、干渉、ホイヘンスの原理です。位相とは波の部分のどこであるかという位置を表す言葉で、干渉は複数の波が足し合わされた時にどうなるかということ、ホイヘンスの原理は波がどのように進んでいくかを解釈するための原理を表します。これらについて後できちんと説明しますが、屈折光を使うと言われているレンズ、解説光を使うと言われているゾーンプレート、直進光を使うと言われているピンホールはすべてこの3つの言葉を使うことによってその働きを説明することができます。レンズ、ゾーンプレートおよびピンホールはそれぞれ違う原理で働いているように見えますが、このように一段階基礎的な現象に立ち戻って考えるならば、すべて波の干渉によって起こっていることがわかります。まず、位相と干渉についての説明です。波は右上の図のような形で伝わっていきます。水の波などを見ても、普通の波はこのように完全に周期的な形をしているわけではありませんが、この図のように完全に周期的な形の波で波長の違うものを組み合わせると、もう少し複雑な形の実在の波ができるので、波の振る舞いを解析するときにはこのように周期的な基本的な波に戻って計算します。このような波について、一つの山の部分と谷の部分を合わせた長さを波長と言います。1波長の中でどの位置にあるかを示す数値が位相です。波は周期的な現象なので、位相は軸の周りの回転のように角度で表すのが普通です。そこで位相は角度の単位である度とかラジアンで表します。右上の図では位相は度で表してあります。波の一周期は軸の周りの1回転に対応しますから、1波長の長さを位相で表すと360度あるいは2πラジアンということになります。複数の波が同じ一点で遭遇するときに起こる現象が干渉です。
同じ点から同時に出てきても、経路が違うと走行距離が違いますから、重なり合う時の位相が異なってしまいます。一方、同じ点から出て走行距離が同じであったり、波長の整数倍だけ走行距離が違う波であるならば、位相が同じです。波は山の部分と山の部分、谷の部分と谷の部分が重なり合うことで、足し合わされた波の振幅は大きくなります。そこでこのような重なり合いを建設的干渉と言います。一方、位相が180度違うと、山の部分と谷の部分が重なり合って足し合わされるので、波の振幅は減少してしまいます。双方が同じ振幅ならば、足し合わされて振幅はゼロになってしまいます。このような重なり合いを破壊的干渉と言います。波がどのように動くかを厳密に知るためには、その波動を表す微分方程式を解くことが必要ですが、直感的に動きを理解するにはホイヘンスの原理を使うことで十分です。一点からスタートした光の波が何も障害物のない一様な空間を伝わるときには、その出発点を中心とした球面上の波面を持つ波、球面波としてどこまでも広がっていきます。球面波とは、このように同じ位相の点が3次元空間の球面上にある波のことですが、以下簡単のために3次元空間ではなく2次元平面上の図で表現します。障害物のない空間を伝わる球面波は、ある時点で先端の波面上のすべての点から素連波と呼ばれる球面波が発生して、その素連波の波面すべてによる崩落面が新しい波面になると考えても、元の波と同じ球面波が再現します。そこで障害物のあるような空間でも、位相が同じ波面から出た素連波の崩落面を使うことで新しい波面を作っていくことができます。この場合はもちろん新しい波面は球面ではありません。これがホイヘンスの原理です。厳密なことを言えば、ホイヘンスの原理にはいくつかの修正事項が必要ですが、基本的にはここで説明した原理で前方に進む波の動きを理解することができます。それではここで説明した位相干渉、ホイヘンスの原理に基づいてピンホール、レンズ、ゾーンプレートの働きを見てみましょう。光の波の出発点が十分遠く、無限遠にある場合を考えると、球面波は進行方向と直行する平面で表される平面波になって進みます。二次元空間の場合は直線です。この平らな波面に平行であるような平面に不透明な板を置いて穴を開けたピンホール板を考えます。不透明板の背後にはピンホールの位置にある同じ位相の波面の上の各点から出た素連波の波面の崩落面が新しい波面となって光が伝わっていきます。この波面はもはや平面でも球面でもありませんが、ピンホールに近い位置ではほぼピンホールと同じ大きさの平面波に近い波面になっていて、筒状の直進行らしく進んでいきます。この直進行から外れた位置ではほとんどの素連波同士が破壊的干渉を起こす関係になっているので、光量は急激に減少します。しかし近くでは光は完全には相殺しないので、直進行の周囲の光源から見て不透明板の裏側にあたる空間にも伝わっていきます。
解説項として最初に発見された現象はこのような光によるものです。また、この解説という言葉自体のイメージもこのような現象を指しているので、レンズとゾーンプレートの関係を考える上で誤解をもたらしかねません。それではレンズやゾーンプレートはこのような光に対してどのような働きをするのか見てみましょう。レンズやゾーンプレートの働きは光が運んでくる情報の可視化です。まず、光がどのような形で情報を運んでくるのでしょう。光が持ってくるデータは光の強さ、光の波長、光の振動の向きおよび光のつながりの長さ、波連長です。レンズやゾーンプレートはこれらのデータから光が持ってくる情報を取り出す役割を果たしています。光の強さが持ってくる情報は出発点の明るさであり、被写体像の形などの情報を運んできます。これに対して光の波長は被写体の色についての情報を持ってきます。写真や人間の目はまず第一にこれらの情報を必要としているのです。普通のレンズ付きカメラをはじめ、我々人間や他の動物の視覚もおおむねこの2つの情報を捉えています。この他に光の振動の向きである偏光と光の波、波連の長さ、波連長あるいはコヒーレント長があることを忘れてはなりません。偏光は反射光に関する情報、コヒーレント長は光の散乱の程度などに関する情報を伝えてくれます。しかし普通のカメラや一般の生物の目はこれらの情報を売る機能を備えているわけではないので、これらを売るのは必ずしも簡単ではありません。偏光に関する情報を写真に生かすには偏光フィルターなどを必要としますが、生物によってはこの情報を直接売る機能を持っています。一方、コヒーレント長に関しては生物は感知機能を持っているものはないようですが、この動画で扱うゾーンプレートはこの情報を捉えることが可能です。生物の持つ視覚器なら、どれでも光の強さの違いは最低限受け取ることができますが、光の波長に関しては動物たちの間でも1色型の動物から4色型の動物までが存在していて、その情報の得方はいろいろです。我々人間は3色型の生き物で、超波長、中波長、短波長の光をそれぞれ強く感じる3種類の視神経を持っており、脳がこれらの視神経からの情報を組み合わせて被写体はどのような色であるかを決めています。トンボや蝶などの仲間には4色型の生物もいて周りを見ています。一体どんな世界が見えるのか想像もできません。また動物の中にはラット、カニ、タコのように一色型の動物もいますが、これらは完全な色盲でモノクロ世界に生きているのです。我々人間と違う動物の中には偏光を感じることのできる動物もいます。特によく話題になるものはミツバチと弁償バトで、彼らは太陽光の偏光状態が崩れていない上空で偏光状態を観測することでその飛行ルート上の位置を判定していると言われています。このように光の強さ、波長分布については生き物が程度の差こそあれ自然に観測していて、偏光については観測できる生物がいるということが言えます。また偏光についてはカメラや目がこれを直接観測できませんが、偏光フィルターなどを使うことで比較的簡単に観測することができます。
それではゾーンプレートの特徴のそれぞれについて見ていきます。まず最初はゼロ時解説光による効果についてです。ピンホールには焦点がないので焦点距離は決められません。象面までの距離を決めてピンホールの大きさを決めるということができないように思われます。しかし、ピンホール写真を撮るときには、ある波長の光についてピンホールカメラの象面までの距離をゾーンプレートの焦点距離として設計したゾーンプレートの中心円程度の大きさのピンホールが最適であることが理論的にも示されます。一方、ゾーンプレートからのゼロ時解説光は不透明ゾーンで遮られる光があるものの直進する平行光線と考えられるので、ゾーンプレート全体を一つの巨大なピンホールとしてそこからの直進光であると考えることができます。ただし、すでに述べたようにこの撮影条件の下での最適なピンホールの大きさはゾーンプレートの中心円程度ですから、これによってできる像は過大ピンホールによる像ということになります。この像は非常に不鮮明になりますが、一応被写体の像であることは間違いありません。全体としてボケた像で大きさも鮮明な像に比べたときに大きくなり、ちょうど霧深い夜の満月のような感じの像になるので、ハローと呼ばれます。ハローはこんな感じに現れます。ただ、全体にボケた感じに映ることもしばしば見られます。ゾーンプレート写真の不鮮明な原因の大きなものは今述べたハローであると考えられるので、この効果を減らすことは可能です。ハローは過大ピンホール像であると考えられるので、過大ピンホール像を捉えて引き去れば良いわけです。もっともこの過大ピンホール像は同心円状の不透明ゾーンを含んだものであるので、完全なピンホール像ではありませんから、厳密に再現することは不可能です。引き去る量を調整することでかなりシャープな像が得られます。この例は焦点距離 100mm ゾーン数29のゾーンプレート撮影した左上の写真から左下の半径 2.5mm の過大ピンホールで撮った写真を差し引くことでミリズのようなシャープな写真を得た例です。差し引く際にはそのまま差し引くのではなく、この場合はピンホール像の明るさについて 0.4 倍として差し引いた像の明るさを 1.5 倍にしてあります。コチョウランの写真について同じ処理をしたものです。ツルニチニチソウの花について処理しました。水戸市の黒伏の里古墳公園にある埴輪型タワーであるハニマルタワーの写真に同様の引き算処理をしたものです。最後までご覧いただきありがとうございました。この続きは無類の雰囲気ゾーンプレート写真2であります。どうぞご覧ください。本チャンネルアトリエボニューではこの他にもレンズを使わずに撮る写真、見えない光で撮る写真に関する動画をいろいろ用意してあります。どうぞご覧ください。